今回の動画はベイトリールの分解をほとんど行ったことのない方向けの動画です。少しだけ分解して洗浄と注油を行います。参考に使うリールはこちらです。20メタニウムです。ヤフオクで購入したのですが、この時に初めて分解します。状態が悪ければ参考になりやすいのですが、動作は良好ですし、結果的に内部も汚くありませんでした。使う道具はこちらです。ドライバーセットとピンセットです。 KTC のドライバーセットは非常に優秀です。プラスドライバーの反対はマイナスドライバーになっています。プラスドライバーは00番から1番まで入っていて、トルクスのビス以外はこれだけで十分なぐらいです。六角は一部のスピニングリールでも使うことがあります。グリップに差し込んで使いますが、グリップの使いやすさはまあ普通ですね。ピンセットは先が曲がったものが個人的に使いやすいです。レンチに関してはベイトの場合 10mm は必須ですが、 14mm はなくてもいいです。注油にはいつもとは違うシマノ製の3種類を使います。どこの釣り具屋さんにも売っているものと、リールを買ったらついてくるオイルです。エアゾールのタイプは分解しないような簡易メンテナンスでも使いやすいので持っていると便利ですが、今回のように一部の分解をする場合は正直微妙です。洗浄はパーツクリーナーでもアルコールでも揮発性が高ければ何でもいいです。メーカーによって若干ですが速乾のスピードが違います。初心者の方はパーツクリーナーがいいかもしれません。キムワイプもあると便利です。では分解していきます。まずはハンドルノブです。キャップはドライバーを差し込んで持ち上げれば簡単に取れます。するとビスが見えるので外します。ビスはネジロック剤が塗布されていることが多いですが、それほど力はいりません。ノブの内部にはベアリングが入っています。機種によってベアリングは樹脂だったりします。ベアリングの片側にはシムが入っていることも多いです。私が見てきた中ではだいたい外側のベアリングの内側に入っている印象です。パーツクリーナーで古いグリスを流します。何か器にパーツクリーナーを出して行った方が楽かもしれません。ちなみに私はいつもラッカーシンナーを入れた瓶の中に入れてます。ベアリングは樹脂の場合はシンナーはやめた方がいいです。ベアリングの動作を確認して異音や違和感がなければ注油します。使ったのはシマノのオイルスプレーです。個人的にはここは粘度の高いオイルが好きですが、好みだと思います。注油できれば組み立てます。ノブ程度ならそれほど難しくはありません。ビスを締めた後はノブの回転のチェックをした方がいいです。ここのシムの厚みを間違えたり、ベアリングがミスアライメントしていると全然回らなくなります。続いてスプールを取り出すためにカバーを取り外します。こちらのカバーの内部にはベアリングが入っています。そのまま直接オイルを垂らしてもいいですが、せっかくなので丁寧に行うために外して洗浄から実施します。取るときは内部にピンがあるので、これをつまんで外します。勢いよく飛んでいく時があるので手を添えて外した方がいいです。ベアリングは簡単に抜ける個体もありますが、これはダメでした。軽く叩いて抜きます。一緒に別のパーツが出てくるので紛失に注意です。パーツクリーナーをかけて洗浄します。一応回してみて動きが悪かったら交換するしかないです。きれいになったらリール購入時についてくるシマノ純正のオイルを1滴垂らします。少し回して内部で潤滑させておくといいと思います。本当は回しても回さなくてもどっちでもいいと思っているので、一応なじませるとか言っておきます。注油が終われば戻すだけです。ベアリングの抜け止めのピンはここでも飛んでいくことに注意してください。私は何度もなくしたことがあります。20メタニウムにはスプールにもベアリングが入っています。スプールのベアリングを外すにはこんな道具が必要なので、今回はベアリングに直接パーツクリーナーをかけて洗浄し、汚れを拭き取ります。ご覧の通り意外と汚いです。洗浄したら注油です。スプールが外れた状態だとピニオンギアが見えます。ここにはベアリングがありますので、ここにスプレーオイルを塗布します。ここも粘度高めが私は好きです。
続いてメカニカルブレーキ内部のベアリングです。ここもそのまま注意してもいいですが、せっかくなのでベアリングを外します。抜け止めのピンを外してベアリングを抜き取ります。やっぱり簡単に抜けないので軽く叩いて取り出します。ちなみにベアリングを外さずに洗浄は個人的におすすめしません。古いオイルやグリスが内部に入ってしまったり、内部のギアのグリスが洗い流されてしまう可能性があるからです。部品の洗浄は基本的に外して単体で行った方がいいと思います。ここまでが初級です。ここまでなら全然抵抗なく誰でもできそうですよね。主に飛距離に影響するメンテナンスですが、工具もハンドルノブのためのプラスドライバーしか使ってません。この先は内部のギアとご対面することになるため中級になります。まずはハンドルを外します。10mm のレンチを使うのはここだけです。ハンドルに限らずこうやって部品が張り付いてくることがありますので、外した部品は裏側をよく見た方がいいです。珍しくスタードラグ押さえ板が削れていません。分解したことがないんですかね。部品が削れないように組み立てることも可能ですので、組み立ての際に注意点をお伝えします。このナットを外します。ここは外したスタードラグをそのまま使います。少し回せば手で回せるようになります。どうしても工具で外したいのであれば 14mm のレンチを使いますが、私には必要性がよく分かってません。むしろ工具を使ったことでナットの角が削れているリールをよく見ます。ナットの裏にはワッシャーが張り付いていることがあります。実際にこのリールもそうでした。何枚かワッシャーが入ってますが、順番はこんな感じです。ハンドル側のカバーを開けるにはカバーの裏側にあるビスを外します。それぞれ長さが少し違ったり頭部の形状が違ったりします。外した位置は忘れないようにしてください。もし忘れた時はこのように本体に重ねると分かります。カバーの幅があるほどビスは長いものが使われます。頭部の形状は覚えるしかないですが、心配であれば位置関係が分かるように置いておいて、外したカバーに一旦戻せば間違いません。今回の動画では工具を使った分解はこれ以上行いません。ここまでなら初心者の方でも全然戻せそうな気がしますよね。あとは洗浄と注油です。とりあえずカバー側を行います。ローラークラッチに関わるインナーチューブとベアリングを外し清掃します。インナーチューブはドライブギア軸に残る場合もあります。ここにグリスが付着していると思いますので拭き取ってください。キムワイプはこういう場面で重宝します。繊維が内部に残りにくくなります。ドライブギアの軸に通るベアリングはシマノのスプレーオイルを使います。ここももう少し粘度が高い方が好きですが、人によってこだわりが変わるので、分解と組み立てに慣れたらいろいろ試してみてください。ローラークラッチは注油厳禁です。ドライブギアを持ち上げて抜きます。ここに何枚かワッシャーがありますが、だいたい張り付いてますのでそのまま全部持ち上がります。内部の古いグリスや汚れはキムワイプで拭き取っていきます。ここまで来たらもっと分解したくなりますが、本体側のこれ以上の分解は一気に難易度が上がります。それとパーツクリーナーを内部にかけて洗浄したくなりますが、おすすめはできないです。ベアリングはこの中にも入っていたりしますので、分解せずに洗浄すると汚れがどこに流れ出るかよくわからなくなるためです。場合によっては不具合を呼ぶ可能性があります。ギア周りはグリスを塗ります。グリスの量ですが、ギアが噛み合う部分に塗布できていれば大丈夫だと思います。回転させながら実施すれば全体に馴染んでくれます。ただ正直エアゾールタイプは使いにくいです。ウォームシャフトにもグリスを塗布しますが、ここはここまで分解しなくてもできます。ドライブギア周りの部品は参考までに1枚ずつ入れます。なかったことにします。このリールはオーバーホールが確定ですね。参考になるように順番に入れようとしたのですが、申し訳ありませんでした。別途20メタニウムのオーバーホール動画は出します。インナーには付属のオイルを薄く塗布します。繰り返しになりますが、ローラークラッチには注油厳禁です。
グリスが塗布できたらカバーを閉じますが、ここからはいろいろコツがあります。あくまで我流なので参考程度と捉えてください。まずこの3本のビスは仮止めです。ビスの頭部の裏面が本体に接触したぐらいでやめます。かなり緩いですが、この時はこれで十分です。後で増し締めします。これは芯出しのためですが、今回の動画では詳しい話はやめておきます。その後は順番に組み立てていきます。この2枚のワッシャーはこんな風に隙間が開くようにして入れるのが正解です。ハンドルをつける前にこのナットをしっかりと根元まで回しておきます。スタードラグはドライブシャフトのスパナ掛けと合うようにしっかり入れてから回します。これがずれているとメインシャフトのスパナ掛けがスタードラグ押さえ板を削ってしまいます。押さえ板とスパナ掛けの位置が合っているか確認して、ハンドルをつけるときはしっかりハンドルを押さえつけてナットを締めていきます。スプールと反対のカバーを閉じたらハンドルをよく回します。何度も回します。その後改めてスプールまで外してビスを増し締めします。この芯出しに関しては実施した場合としていない場合で結構違いますので、細かい話も含めた別の動画を投稿する予定です。スプールもカバーも戻して完成です。プラシーボ効果を感じるぐらいには変化しました。あくまでメンテナンスで動作を良好にするものではないのでしょうがないですね。何もやらないよりは間違いなく寿命は伸びていきます。メンテナンスはいろいろな方法がありますが、少しこだわりたい方は内部へ直接注意してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。